こんにちは、ちいえかだわん。こんにちは、このみだわん。前回は好みがかかった病気についてもっと詳しく知ることができたよ。前回は私がかかった病気について引き続き紹介したよ。今回は私と千恵香が出会った経緯について紹介していくからぜひ聞いてほしいな。私と好みがどんな風に出会ったか、ぜひ聞いてもらいたいな。それでは、ゆっくりしていってね。私が千恵香と出会ったのは2歳を過ぎた頃だったんだ。私はこの時期、大怪我をして依存症になっていて、ママも持病で入院することになって、すごく寂しい思いをする日々が続いていたんだ。前回の動画でも、好みが大怪我のトラウマで依存症になったって言ってたね。私は食欲もなくなって、いつも食べてるドッグフードも残すようになったんだよ。それを心配したママをはじめとしたママの家族が私のことを心配してくれて、家族会議を開いてくれたんだって。どんな内容の家族会議だったの？私に妹的存在がいれば、私が寂しくないんじゃないかってことになって、もう一匹、ワンちゃんを飼うたとお会が決まったんだ。私と出会う前にそういう経緯があったんだね。2月の末に私がもともと育ったブリーダーのもとに、ママが連絡を入れて、ちょうど2月6日に私と同じ母県の女の子がいるって聞いたんだって。3頭いたみたいだけど、女の子は2頭だけだったらしいよ。その2頭のうちの1頭が私だったんだね。そうなんだ。ブリーダーの家で私同伴で面接することが決まったんだ。私が同伴したのは新しく迎えるワンちゃんと相性を見るためだよ。そして3月半ばに面接日が決まったんだ。やっと好みとの出会うことになるんだね。そうだね。面接日はパパの運転で午前中に私はママとブリーダーの家に向かったんだ。到着するとブリーダーが私を見て、大きくなったと喜んでくれたんだって。好みの成長を喜んでくれたんだね。リビングに移動して私はお母さんと兄弟たちと再会を果たしたんだ。久しぶりにお母さんと兄弟たちに会えて嬉しかったよ。久しぶりに家族に再会できてよかったね。その後、ホワイト&レッドの毛色で母親2の子犬2頭に出会ったんだ。しばらく私と遊んで相性をママが見ていたみたい。私が遊び疲れてママの元に行ったら、私を追いかけてついてきた子がいて、その子は私とママを見て尻尾を振って愛嬌を見せてきたんだ。その子に近寄ると、お腹を見せて可愛かったから、ママはその子に決めたんだって。まさか、その子犬って。そう、その子が千恵香だったんだ。好みと初めて会った時のことを思い出したよ。私はなんだか好みと初めて会った感じがしなくて、お姉さんみたいと思って一緒に遊んでいたんだ。ママの元に行った時も、この人なら信頼できると思ってつい心を許してお腹を見せちゃったんだよ。千恵香がそう思ってくれてたなんて嬉しいよ。ママは私と千恵香の相性が良さそうと判断して、千恵香を迎え入れることを決めたんだ。ママはブリーダーからタータマ会の説明を注意を受けたんだって。パパには念押しでタータマ会することの同意をもらったらしいよ。そして、ブリーダーはママに新しく迎え入れる子の名前をどうしますかって聞いたんだ。ママはいつまでも可愛い子という意味で、千恵が千恵香と名付けたんだ。私の名前にそんな由来があったなんて、今初めて知ったよ。ママはちゃんと千恵香の名前に素敵な意味を込めてつけてくれたんだよ。ちなみに私は漢字書くとよしみって書くんだけど、誰からも好かれる子って意味らしいんだ。好みもママが素敵な意味を込めてつけてくれたんだね。私はこの名前をすごく気に入ってるよ。そして正式に譲渡日が決まって4月18日にブリーダーが送ってくれることになったんだ。ついにママと好みの元に私が行くことになったんだね。その時から私と千恵香の生活が始まるよ。私と千恵香の生活については次の動画で紹介するから楽しみにしててね。次は私と千恵香が一緒に住むことになったタータマ会について簡単に解説していくよ。まずは先住犬がタータマ会に向いていない場合についてだよ。1、先住犬が戦い犬種で気性が強い場合。2、他のワンちゃんに口が出てしまう性格の場合。3、他のワンちゃんを噛んで怪我させてしまった経験がある場合。4、先住犬がチワワで5、住犬がバーニーズのように体格差がある場合。上記の4つに当てはまる場合はタータマ会には迎えてないから要注意だよ。私と好みに関してはこの4つに当てはまらないから大丈夫だね。そうだね。他にも5、住犬が保護犬の場合はお試し期間が必要となってくるから注意してね。保護犬は心のケアが必要だものね。また先住犬がシニアの場合は
50件が刺激になることがあるんだ。シニアの年齢になると性格がわがままになったり、赤ちゃん返りすることがあったり、昼夜逆転しやすくて一日中寝ていることが増えてくるんだ。だけど50件がやってくることで先住権の脳や五感に刺激を与えることができるんだよ。人間でも若い世代の孫ができたら、おじいちゃんおばあちゃんが元気になることがあるよね。そうなんだ。だから50件の刺激が良い方向に動いて先住権が若返ることもあるんだって。それはすごいよね。ただし50件が子犬の場合は体力に差があるから、シニア犬と一緒に遊びたがっても難しいことが多いから注意が必要だよ。さすがに体力差がありすぎるものね。あとはシニア犬が50件のご飯を食べないように注意する必要もあるんだ。シニア犬は持病を抱えていて、病気に合わせた療養食であることがあるから、50件の美味しそうなご飯に目がくらんで、ついつい口にしてしまったら後々大変なんだよ。私たち犬もできるだけ美味しいご飯が食べたくなるものね。谷は先住犬と50犬が同じ犬種だとトラブルが少なくて飼いやすいよ。ちょうど私たちは同じ犬種だから、タータマカイでも仲良くできてるもんね。そうだね。知恵香が同じ犬種でよかったよ。それと50犬を迎えた場合は先住犬ファーストを心がける必要があるんだよ。先住犬が気に入っている場所を50犬が奪ってしまったり、ママたちの愛情が先住犬よりも50犬に向いてしまうと、先住犬が機嫌を損ねてしまうから、あくまで先住犬ファーストが大切なんだ。先住犬の方がその家の先輩だから、ちゃんと敬って接しなきゃいけないね。そうだね。その心がけが大切だね。では最後にタータマカイがもたらすメリットについて、私と知恵香のエピソードをもとに紹介していくよ。ママがタータマカイを始めたことで、私にも知恵香にも良いことがあったんだよ。まず私は知恵香が来たことで、ママがたとえ旗にいなくても寂しくなくなったんだ。ママ以外に心を許せる大切な存在ができたことで、ママだけに依存しなくなったんだ。私も好みと一緒に住むようになって、好みの社会性の高さはすごく勉強になっているよ。好みは他のワンちゃんともすぐに仲良くなれるから、こういう風に他のワンちゃんと接すればいいんだって勉強になるんだ。知恵香にそう言ってもらえるとすごく嬉しいよ。私はママだけに依存しなくなったことで、ハスキー犬に噛まれたトラウマや不安が少なくなったし、知恵香と一緒に遊んだり一緒に過ごす時間が増えていくにつれて、徐々にトラウマのことを思い出すことが少なくなっていったんだよ。私も好みと一緒に遊んだり一緒に過ごしているとすごく楽しいし落ち着くんだ。それに好みの社会性だけじゃなくて、好みの行儀の良い動作を真似をしていれば、ママはすごくしつけが楽だって言ってくれるから、私も褒められて嬉しいんだ。確かに先住犬のしつけを真似すれば50犬のしつけが楽になることがあるんだよ。私はトラウマの影響で一時期は散歩に行けなくなったんだけど、ママが懸命に寄り添ってくれたおかげで散歩に行けるようになったんだ。でも知恵香が来て一緒に遊ぶようになったら、さらに運動量が増えたことで体力がつくようになったし、遊んだ分だけお腹がペコペコになるから、食欲も自然と湧いてくるようになったんだよ。確か好みって一時期ご飯をあんまり食べられなかったんだよね。そうなんだ。精神的に辛くてご飯が食べられなくなってしまったんだ。でも知恵香が来てくれてから精神的にもストレスなく過ごせるようになったし、お腹も空くようになったから食欲も戻ってご飯もちゃんと食べられるようになったんだよ。好みが元気を取り戻してくれて本当に良かったよ。だから知恵香が来てくれて感謝してもしきれないくらいだよ。私も好みと出会うことができて本当にママに感謝でいっぱいだよ。これからもママと知恵香とできるだけ長い時間を一緒に過ごしていきたいな。私も同じ気持ちだよ。ママと好みと一緒に過ごせるように長生きしていきたいね。私と知恵香の出会いの話は今日は一旦ここまでだよ。次回は知恵香との出会いについてもっと詳しく紹介していくから知ってもらいたいな。私と好みの出会いについて知ってもらうことができてよかったよ。谷もタータマカへの注意点やメリットについて触れてあるから、ぜひ参考にしてほしいな。私も好みと一緒に過ごすようになって勉強になることがいっぱいあったよ。この動画では谷も犬の動画を投稿していくから楽しみにしててほしいな。この動画を見て新たな情報や感想があったら気軽にコメント欄に書いてくれると嬉しいよ。この動画が参考になったと思う人はぜひ高評価とチャンネル登録を押してくれると嬉しいな。
では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。